結局そういう問題が発生したら、やっぱり即座に対話をしろと。これをもし今後やるんだったら、やめてくださいと。やめてもらうしかないですよ。何かクビですよと。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、そして育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日もよろしくお願いします。お願いします。今日のご相談がですね、弊社の問題社員に対してなんですけど、言っても全然改善の兆しが全くない社員に対して、どこまで指導を続けるべきか、はたまたいつ見限るべきか、結構判断に迷うことが多いんですよ、僕自身が。リーダーとして、この決断をするってかなり正直難しくて、社長的にどういった基準でその辺判断されてるのかなっていうところをちょっと今日深掘れればなと思ってます。前提として辞めさせるっていうとあれだけど、辞めてもらう勇気は必要ですよね。嫌われる勇気じゃないけど、辞めてもらう勇気。辞めてもらう勇気。新しい言葉。社長とかマネージャーとしては持ってなきゃいけないですね。一定のラインを超えたら、僕は辞めてもらった方がいいと思ってますよ。一定のライン。従業員が一定のラインを超えるんだったら、辞めてもらった方がいいと。例えば一定のラインで言うとどういうところですか？まずはやっぱりですね、道徳違反みたいな話ですよね。人としてあるまじき行為みたいなのは、そういうことをした時に、やっぱやめてもらわないと、明確な犯罪とか、明確な社内規定に触れちゃったとか、これはアウトで処分対象としても、微妙なところってやっぱどうしても会社やってるとあると思うんですよね。でもやっぱりどう考えても人として、それは違うだろうと思うことをやった時には、基本はちょっともう一旦なんですかね、対象リストに入ります。もう一つは、例えばうちで言うと、決めてるのは、顧客への冒涜ですよと。要はよく、問題社員、うちで言うならば、じゃあ仮に問題社員と仮定したときに何が起こるかというと、お客様に対しての接客に対しておかしいことが起こるんですよ。要は、引っ越しってある意味、荷物を運ぶんですけど、僕らはやっぱりお客様に喜んでもらうということを仕事としてるので、荷物を運ぶだけやればいいんでしょと。要は物理だけやればいいんでしょと。お客様の評判がいいか悪いかはどうでもいいしと。やることやってるじゃないですかみたいな。こういうやつが出るわけですよね。これに関してはやっぱりお客様への冒涜なんで、僕らがやりたいことじゃないんで、価値提供僕らはできてないんで、そういう人もリスト行きですね。次に、周りへの悪影響ですね。これは周りの従業員とか上司も含めて会社全体も含めて、悪影響って何なのって言うんですけど、それは会社によって違うと思いますが、とにかく臨界点がどっかあるわけですよ。やっぱりこういう問題社員みたいな人がいると、よく例えで言う、きれいな水槽にきれいな水が入って、魚が10匹いた。だけど1匹病気を持った魚入れたら、いずれ水が汚くなって、他の魚にも病気が伝染するじゃないですか。やっぱり早めに病気の魚は取り出すか、治療をしなければいけない。ですよね。だからちょっと具体的にどこの線かっていうのは、ちょっと様々価値観あると思いますけど、いわゆるその水が汚れる前に、汚れてしまったとしても、すぐ取り替えれるレベルまでは、を超えたらもうダメですよね。そういうラインを、ある程度設定しておくわけですけど、それはそれぞれ会社で価値観とかいろいろあると思うんで、ラインをまず設定したらいいと思うんですよね。ただ半分ぐらいは定量的にはやっぱライン設定できないところがあるので、直感的に含めてやらざるを得ないところあると思うんですよ。だからなのでいつものフィロソフィー浸透とか、理念浸透ですね。理念浸透とか文化形成っていうのはそれ大事なんですけど、結局そういう問題が発生したら、やっぱり即座に対話をしろと。対話。最初に言っておくと、ダメなのは結構多くの人が対話をせずに見切るみたいなことが多くて、これはね、あんま良くないですよ。良くないですか？結構みんなやっちゃいますね。これ気をつけなきゃいけない。大体の発端は、確かにその当該従業員が何か問題行動と思われることをしたことが発端かもしれないけど、なんかそれにおひれひふれつけて、人の噂だとか話だとか、第三者をですね、とか、
はたまた場合によっては自分への誹謗中傷、管理職として自分への誹謗中傷が入ってたりとか、コミュニケーション不足だったり、その該当社員のコンディション把握不足だったり、結構こういうことが掛け合わさっちゃうことが多いんですよ。管理職自ら対話しないことが見受けられることが多い。とにかくその対話をせずに、もうあいつダメなんですよ、みたいな。なんでって聞いたら、あいつこんなこと言ってたらしいんですよね。言ってたらしいってどういうことみたいな。あいつ俺の悪口言ってたらしいんですよ。誰から聞いたのみたいな。とか、そもそもあなただってコミュニケーションしてないのとか、なんか意外とやっぱりその人は結構噂話とか、第三者の話に惑わされるし、結構間違ってること多いですよ。その中に自分の誹謗中傷とかがもし入ってると、本人にから聞いたわけでもないのに、もう、ってなってることも多いですよ。それが怖くて聞けない人多いですね。なるほど。そういうことなんですね。対話できずに、どんどんそれがこう、思いが大きくなっちゃって、あいつはもういらないです、切りますみたいな。なんだそれと。なんで、対話は必ずした方がいいですよ。なるほど。ちなみに、モン社長がそういうシチュエーションになった時に、具体的にどういうふうに？基本はストレートに言いますね。2人で話したんだけどいい？と。時間作りますと。時間作ったら、最近あなたこういう言動行動、こういう結果ですと。私はそれに対してこう思っています。例えばじゃあなたの会社もクソだとか上司も使えねえとか、あえて鍵のこと言ってますけどねとか、やってらんねえとかいう言動を第三者から聞きました。ちょっと本当かどうか置いといてね、聞きました。この前もクレームでこんなことありましたよね。あなたの今の顧客満足度の評価指標これです。みたいな、こう、それ事実のエビデンスですね。で話は事実ではないかもしれないんで、ただこういう言動で聞いたよっていうのは事実なんで、本当かわからないけど、聞きましたと。それがもし本当なんだったら、とか、もしなんかやる気がないんだったら、場合によってはやめてもらった方がいいと思ってるんだけど、か、でもみんなに悪影響だからやめてほしいと思ってるんだけど、その辺はどうなんですか？なんか言い分あります？どう思ってるんですか？事実は一応エビデンスとしてあるけれども、悪意があるかないかは本人しかわかんないんで。そうですね。で、大体人からの話は、大体ね、すり替わってるんですよ。法律もですよ。伝言ゲームなんで。関与した人の主観が走ってるんで。だからあなたの口から聞きたいんだよね。みたいな感じで言いますよね。で、ある意味なんか言い方悪いんですけど、逃げ道も用意してるわけですよ。本当に言っていなかった場合は、逆にこっちがお前こう言ったんだろうって言ったら、俺のこと信用しまってないんだなとか、やっぱもうやめようとかってスイッチをしたかもしれないですし。確かに。でも、本当に言っていたとしたら、どういう思いで言ってるのかっていうのはもう嘘つけないんでね。とりあえず、そうやって聞きますね。こちらとしてはやっぱりその話を聞きながら、なんでそういうことになっちゃってるのかとか、原因とかをこう想像しながら聞くんですけど、半分ぐらいは悪意はなくて、表現を間違えてることが多いですよね。大体の場合悪意がないことが多いし、あんまり本当はこの野郎って言ってても、いやそこまでは言ってないんですけどみたいなそうじゃないけどこうちょっとごまかすというか、そういう人もいるんで、分かったと、いや絶対言っただろとか言わないで、じゃあ分かったと、じゃあそういうことになってたのねと、なるほどと、あなたに悪意があったわけじゃないんだと、じゃあでもそういうふうに思われたらあなたもその損じゃない、私もね先ほど言ったように会社には悪影響だと思うし、お客様にも申し訳ないし、周りも悪影響だし、直そう、変えよう、どうしようかで喋ってるわけですよね。一回終わりますと、対話を。あとは実際対話終わった後に本人の行動を見ますよね。実際に本当に改善されたのかどうか、改善しようとしてるのかしてないのか。あとは評判。例えばですけど、そういうパターンでよくあるのは、いや、あいつ良くなりましたよ。こんなぐらいの情報でもいいんで、数値とかも変わってたらその見るし、あいつ例えばこの前改善するって、ちゃんと朝は挨拶するって約束したんだけど、ちゃんとやってるって言ったら、おお、やってますね、みたいな。こんな感じとかで見ていきますよね。改善されればもういいじゃないですか。もしくは改善が完璧じゃなくても、言動行動が改善するんだって見受けられてれば、いいんですよ。
でほとんど僕の経験上、半分以上、いやもう7、8割かな。これで終わります。あ、そうですか。一旦は。ただ、繰り返すやつもいるんで、でもとりあえずいいじゃないですか。その場はもうこれで終わりですよね。次に、ちょっともう一回繰り返してダメなものが出てったら、もう一回対話ですよ。例えば、繰り返された。もしくは、改善が見受けられなかった。もう一回対話して、前回の話を振り返りながら、前回約束した改善とか、できてるできてないとか、会話して、もう一回チャンスを与えるというか、悪意がなければですね。チャンスを与えてやりますと。もしくは悪意あった場合もそうですけど、この時に初めて明示しますよね。約束してくれと。これとこれとこういうことは言わない。この文言は言わない。やっちゃダメなこと。なるべく具体的に羅列して、これをもし今後やるんだったらやめてくださいと。って言って、わかりましたって普通はなるんで、じゃあ頑張ってねって。別に俺らはやめさせたわけじゃないじゃないですか。だけどあまりにもこれをやったんだったら、逆にいる方がマイナスになるから、そうしましょうって言って、最後約束だけして終わります。で、治らなかったらもうやめてもらいます。そんな感じですよね。なるほど。そもそも対話してくれない人とかもいるんですか、中に。だからもうさっきの LINE 引きの中に対話できない人はもうダメですよ。最初ライトにちょっと話したいんだけどさって言って、本当にふてくされてる人は、いや、ちょっと今日は予定があるんで帰りますとかに逃げるし、こっちもそれ嫌なんで無理やり強制的に話さざるを得ない状況を作りに行くんですけど、それでも拒否する人とかはもう業務の時間にそういう時間入れて、これ拒否したらもうだってね、仕事拒否じゃんってとかでもそれぐらいになっちゃったらもうダメですよね。話せなかったらもう何も分かんないんで。そうですよね。だから話をしませんって上長とも社長とも話をしませんになっちゃったら何もできないんで。そしたらもう終わりですよね。あとは対話はなんとかしたけど、別に自分普通にやってますよ。いや別にそんなつもりないんですけど。いや自分おかしいですかねみたいな。ちょっと反抗的。壁作ってて聞かないとか、もうすでに反抗的になってた。もうこれもダメですね。話す余地がないんで、せっかくこっちが話してるけど。確かに。改善されないんで、もう分かりましたと。僕の話が聞けないんだったら、もうやめてもらった方がいいですよと。そういう時はすぐ言います。だって実際にやってることがもう影響が出てるのでと。単純にこういうこともあるし、エビデンスもあるんだったら、やめてもらうしかないですよと。バレたらクビですよと。処分下さなきゃいけないみたいな。それはもうダメな時は本当に強く言いますよね。お前クビだとは言わないですけど。でも、そのぐらいやんなきゃやっぱダメですよね。そうですよね。ありがとうございます。これ会社でも言ってますけど、人の問題とかは特にそうなんですけど、壁が来たら基本逃げるなと。ぶつかれと。かっこいい。問題が起こったら基本みんなやっぱかわそうとするんですよ。先延ばしなんですよ、結局それって。これ結局かわして、その時やり過ごしたとしても後から大きな問題になって降ってくるんですよ。またほとんどそう、絶対そうなんですよ。だから基本的に問題が起こって認識したら、すぐぶつかれと。ぶつかんなかったからどうせまた来るよ大きな問題にさらになってみたいな。なんで基本人の問題とかにそうですけど、問題来たらぶつかれぶつかれと。かわしてる場合じゃないと。いけと。こんな感じで対話ですね。ぶつかれっていうのがだから対話ですよね。なるほど。かわすっていうのは問題が起こってあれがこうらしいんですよね。あいつがこう言ってたんですよね。こんなこと聞いたんですよね。あいつ最近こんな態度するんですよ。うるせえな、もうかわしてんじゃん。ぶつかれて。ぶつかってこいと言ってますよね。なるほど。ありがとうございます。ぜひ僕のチームでも明日から実践しています。対話、ぶつかるっていうところ。ありがとうございました。時にはやめさせるというかやめてもらうということを決断する勇気は必要ですよと。それはどういう時なのかっていうのは一定のラインをそれぞれちゃんとある程度作っておくと。しかしながらやっぱりちゃんと対話しましょうと。対話して判断しましょうということが大事かなと思います。ありがとうございます。皆さんのいいねやコメントは見ていますし、大変励みになっています。この動画が気に入ったらぜひ
いいねやコメントをお願いします。